こんにちは、包丁職人のパーカーです。皆さんはステンレス包丁といったら何の鋼材を思い浮かべますか？有名なのは V 金10号か銀酸だと思います。今回は V 金10号を使って切り付け柳 300mm を作っていきたいと思います。このチャンネルはプロの職人がいろいろな材料を使って包丁の製作や修理をする動画を投稿しています。生地は焼き入れ済みで時間が経っているので少し表面に錆が出ています。この動画は2年くらい前に撮影したものなのでHRC がわからなくなってしまいました。外周をベルトサンダーで整えます。形はできているので微調整をする感じです。外形は完成まで変わらないのでここできっちり形を決めて整えておきます。包丁に対しての中子の向きもここで調整しておきます。これ結構重要で、包丁の反りに対して中子の角度と形をきれいに作っておかないと柄をつけた時に変な角度で柄がついてしまいます。包柄は中子を熱して刺すとある程度頬が焼けて変形するのでまっすぐつけられるように調整できますが、黒炭絵などの硬い木は焼きにくいので調整が難しく、柄の穴と中子がある程度合っていないとまっすぐつかないです。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なのでここでバッチリ作っておきます。裏付きが綺麗に作れていないと砥石で裏押しをした時に当たらない部分ができてしまったりラインがガタガタになっちゃったりします。裏面ができました。60番のベルトでキラと切れ刃を作っていきます。キラと切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。切れ刃は刃がある角度のついた面の部分で、キラは刃がついていない面の部分です。いなくなっている時は包丁を冷やしています。熱をかけすぎると高度が下がってしまうため、高度が下がらないようにこまめに冷やしています。荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。昔撮影した動画なのでまだ軍手を使っていますが、今は軍手は使ってないです。120番は研磨力があるので形が崩れないように慎重に削っていきます。
240番で120番の傷を消します。反ってきたのでタガネを使ってまっすぐに調整しました。削るとどうしても曲がってくるので、できるだけこまめに曲がりを取ります。400番で240番の傷を消します。地味な作業が続いていますが、一気に番手を飛ばして傷を消そうとすると傷が消しにくかったり表面がボコボコしたりします。余計に時間もかかるので、段階を経て徐々に傷を消していくのが結局一番早かったりします。600番で400番の傷を消します。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下地の時が終わりました。峰と顎を磨いていきます。顎は指をかけた時に痛くないように細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰も指を乗せた時に痛くないように慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を使って磨いていきます。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。
刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。砥石は使った後に面直しをしても時間を空けて次使う時にまっすぐとは限りません。濡れた後乾燥すると砥石の真ん中がへこんだり反ったりすることがあるので、使う時にもう一度面直しした方が包丁に余計な傷が入りにくくなります。あと砥石が曲がっていると刃先が丸くなって刃がつきにくくなります。5000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて全て消えたら平らになった証拠です。表面の刃を細かくしていきます。8000番の砥石で仕上げます。仕上げ砥石は何番で終わらせるか結構好みが分かれますよね。刃付けが終わりました。完成しました。今回は V 金15を使って鏡面仕上げの切り付け柳 300mm を作りました。動画で作った包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けはしません。絵付けをすると隙間はなくなります。傷やホコリに見えるのは鋼材のムラです。これは特別ムラが多くて動画で作った包丁の中では一番表面が汚いですね。鋼材のムラはロットによって多かったり少なかったりします。どんなに磨いても中から出てくるので消し切ることはできないです。こういったムラの出やすい鋼材の種類はヘアラインや木戸仕上げがムラが見えないので表面にするよりも綺麗な見た目に仕上がります。峰と顎も鏡面仕上げです。絵を作る動画が残っていなかったので作業の部分は入れられませんでした。薄い青色のスタビライズドウッドを主体にアクセントで青い樹脂と金属を3本入れてみました。絵の上部と下の部分は白い樹脂を使っています。和包丁の裏面はへこんだ形状になっているので、表面に映ったものが伸びて見えます。同じ鋼材メーカーのスーパーゴールド2やコバルトスペシャルの包丁も動画で作っているので、よかったらそちらも見てくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。